はい、皆さん、こんにちはです。ミネオです。今回は、ディアブロ4の、ゲーム内用語およびスキル用語について、初心者向けにご説明できたらなと思います。先日、スキル関係、ね、大幅に調整等々のね、ご報告があったかと思うんですけども、それに際しても、日本語訳がね、ちょっとあまりしっくりこなかったりとか、いう部分もあったりっていうので、実は解釈が違ってたりということも見受けられるようなので、ぜひ、聞いていただけたらと思います。ただ、情報的には今回もベータテストの情報になりますので、正式版とは若干異なるかもしれませんので、そこはご理解いただけたらと思います。はい、じゃあまず早速いきましょうか。はい、一つ目。はい、クラス。クラスって何やねんおっさんってね。で、ディアブロシリーズ、ね、それぞれいろんなクラスあって、いろんな種族ですね、あるんですけども、今回は5種族からスタートになります。バーバリアン、ローグ、ソーサラー、ドルイド、ネクロマンサーという5種族ね、いずれもね、耳にしたことあるよっていう方多いかもしれませんが、軽く説明させていただきますと、バーバリアン、通称ババちゃんとよく言われるね、あれなんですが、近接ね、脳筋キャラ。もうとにかく力でゴリゴリ押しちゃうぜっていうキャラ。そしてローグ。こちらは弓、もしくは探検による、攻撃。そして、結構トラップをね、使ってやる職業ではないですかね。そしてソーサラーは言わずと知れた魔法使い。そしてドルイド。こちらは自然関係の魔法を使ったり、動物を召喚したり、自分で狼や熊に変身したり、ベータテストではあまりに弱すぎるということで炎上しておりました。そしてネクロマンサー、こちらは、死体爆破で有名ね。いっぱい骸骨召喚したりして、2とかもうこれ進撃の巨人じゃねえかみたいなね、そういう骨もいましたけども。ということで、今回ね、一応事前のみんな大好きなランキング的にはネクロとソーサラーが人気だったみたいですけども、今回の調整でね、ちょっとどうなるかというとこじゃないでしょうか。はい。ちなみに、レベル15で、クラス能力的なものが一応解放されるので、さらに、攻撃、ビルドの幅が広がるような仕様となっております。はい。じゃあ続きまして、ステータス。はい。これもね、RPG とかやってればよくあるとは思うんですけども、今回ステータス、筋力、知力、意志力、敏捷性となっております。はい。書いてあるようにそれぞれ特性はありますので見ていただけたらとは思うんですけども、前々回とか前回の、ディアブロとは違って割とまんべんなく取るような形になってるのかなという感じ。うん。なので、馬場だったらもう筋力だけでええわ、おっさんっていうことでもいかないような感じなので、そこはね、一度自分のやりたい職業を、見直していくのがいいかなと思っております。ちなみになんですが、私も一応ね、それなりにディアブロ2とか3はやったんですけど、大切だなと思うのは、属性の耐性。ね、これすごく大事。あと攻撃速度。あとクリティカル率。他ももっといっぱいあるとは思うんですけど、この3つはね、ちょっと注視してみてるといいかもしれないですね。はい。じゃあ続きまして3つ目かな。ここはじゃあ、2つ紹介しましょう。まず、オボール。はい。これ、ベータテストやった方はわかるかと思うんですけども、イベントクエスト等で落ちる紫っぽい、なんか、ふにゃふにゃっとしたやつ。これは、町の骨董商人のところに持っていくと、いわゆるガチャガチャができます。防具だったり、武器だったり。なので、クエストこなしていっぱい集めて、そこの骨董商人でガチャガチャすると、もしかしたらレジェンダリーが出るかもしれません。ただ、オボール、上限があるので、いっぱい持ったろう思ってもね、持てないっていうのもありますけど。なので、今回はガチャガチャしようと思うと、このオボールというやつがいります。はい。そして、もう一つ、赤チリっていうのかな、これ。はい。赤人。
はい、こちらは PVP で、落とす。シャードを浄化することで手に入ります。で、PVP はね、前の動画等々でも言いましたけど、まあそういう PVP エリアがあって、そこで、入ってきたやつを倒し、で、そのシャードを手に入れて、それを浄化することで、PVP 商人とアイテム交換ができるようになるみたいです。はい、じゃあ次行きます。リソース。あと、シナジー。ね。これは、結構ね、なんのこっちゃっていうね、まあ、わかる人はわかるんだけどっていうところなんですが、リソースっていうのは、いわゆる MP みたいなやつですね。ドラクエ B、某ドラクエでいう MP みたいなやつ。はい。スキル攻撃等々を使う際に必要になって、各クラスで呼び名が違います。バーバリアンだとドキ。まあ、ヒューリーとか言ったりします。はい。で、生成とか、その、回復方法、リソースの回復方法は、それぞれ違うんですけども、基本的にね、細かいことは置いといて、基本的には、近接は基本スキルで生成。遠距離は大体自動回復が多いです。ただこれちょっと職によってね、微妙に違ったりするんで、そこはちょっと確認してほしいかなというところです。はい、そして、すごく大事なところ、これスキル振りでね、すごく大事だと思うんですけど、シナジー。シナジー効果っていうね。まあ、スキルなどを取った時に2つ以上合わさって生まれる相乗効果。はい。例えばまあ、今回ね、特に北斗七星みたいなね、スキル振りのあれになってますけど、まあ、主要スキル取ったら派生で3つぐらいポンポンとあるよね。で、それを取ると、さらに、能力がアップすると。A というスキルを取って、で、次 B を取った時に A というスキルを取ってるんで B がさらに生きてくると。まあそういう効果のことを一応シナジーというんで、割と、ディアブロ2やっててもね、結構、シナジー合わさってこれ取らないとね、みたいなことがあったとは思うんで、覚えておくといいかなと思います。はい。そして、ここから若干、特殊効果用語的な、今回からですかね。はい。幸運の一撃。あと、オーバーパワー。この辺は、別動画でやってはいるんですけども、一応、幸運の一撃に関しては、主に装備とスキルが関係していて、要件を満たすと確率で発動する特殊効果。例えば 30% の確率で矢の嵐が発生しますとかね。これは一応スキルと装備関係が、ものすごく隣接してるので、まあ、そのあたり難しいなんか計算式みたいなのがあるんですけど、まあ、そういうことです。はい。で、オーバーパワー。こちらは、クリティカルとは別物です。で、ただ、基本的には確率で発生する大ダメージ。確か水色だったかな。ダメージの色が変わります。で、意図的に発生させることもできなくはないんですけど、基本的には、確率です。はい。なので、あまり狙って出せはしない。出せないこともないみたいなんですけどね。で、ライフ及び強化値について計算ということで、強化値についてはちょっと下でまた説明します。はい。そして、もう一つ、エリートモンスター。まあ、エリートモンスターはね、まあどうだろう。いわゆるまあノーマルモンスターっていうのはまあ白色で名前書いてたりすると思うんですけども、まあそれ以外のまあ、硬い強いモンスターのことを大体エリートモンスター、エリモンっていう。まあ、パーティーとかしてるとね、あ、エリモン出ましたよ、みたいな。で、結構でもないんだけどね、まあやっぱいい装備落とすかもしれないっていうことで、割と狙って倒すといいかもしれません。でも今回結構固めに設定されてたかな、エリートモンスター。はい。そして、軽視のカゴ。はい。これに関しては、バリアですね。反射バリア、直接攻撃など跳ね返す、そういったカゴのことを、軽視のカゴというみたいです。はい。では、ここから、ちょっと状態系いきましょうか。これ結構ね、まあ、若干数値は変わる可能性あるんですけども、若干こうね、理解が間違っているかもしれないっていうところだと思うんですけども。はい。一つ目、バーサーク状態。まあ、ババちゃんとかよくあるのかな。はい。
与えるダメージアップして移動速度アップしますっていうね。制限時間だいたい5秒、最大5秒とかだったかな、みたいな感じ。で、もしかしたら、ここ防御ダウンが入るかもしれないんですけど、まあ一応、今回は入ってなさそうでしたね。はい。そして、次、強化状態。これは、ライフのところを見ていただくと、そこの横に細い線があったりするんですけど、それがライフの線より高ければ、この強化状態っていうのが入ってる状態なんで、受けるダメージが 10% 減少します。バーバリアンとかは特にスキル等を使って意図的に強化状態発生させることができたりするので、特に近接触はまあ必須になってくるんじゃないかなと思います。はい。そして、よくある健全状態ね。健全状態の場合とかってスキル条件に書かれてたりするんですけども、これは一応ライフ最大値の 80% 以上が、健全状態とされています。そして、脆弱状態。これは、受けるダメージが 20% 増加します。もしくは自分が脆弱になっていると受けるダメージが増えちゃいます。はい。脆弱の場合は、敵の場合、ライフバーのあたりが確か紫っぽくなって、自分の場合、ライフオーブがひび割れた状態になってるので、割れてた場合はかなり注意が必要な状態であるという表示になります。そして、負傷状態。こちらに関しては最大ライフの 35% 未満になった状態が負傷状態。こちらもスキル条件によく書かれてますかね。負傷状態になった場合にクリティカル率アップとかね。はい。そして、抑圧負荷状態。これちょっとややこしいんですけど、まあ操作できない状態って感じですかね。はい。それの、抑圧負荷なので、操作不能が解除。操作不能にならない状態のことになります。はい、ということで、今回、ゲーム内用語、スキル用語について、かなり初心者向けとして、ご説明させていただきました。もう少しね、こういうこともわかんないとかいうことありましたら、コメント等でいただけるとありがたいです。はい、いつもご視聴ありがとうございます。また、よろしければ、Twitter フォロー、チャンネルの登録、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、ありがとうございました。バイバイ。